はい、今回は壁面収納で定番の有効ボードラックについて話をしたいと思います。賃貸住宅において傷つけない収納の代表格が突っ張り DIY というのは以前の動画で話をした通りですが、壁面収納する上で避けては通れないのがこの有効ボードラック、またの名をパンチングボードラック。穴の開いた板を固定するだけで収納が作れる魔法の板。軽くて取り回しもしやすく見た目も良いし、しかも収納レイアウトを自由にカスタマイズもできるのですよね。世界中で DIY アイテムとして広くも利用されているので、見たことがないって人もいないでしょう。ただ有効ボードが万能ってわけではないし、この穴の開いた板に何でも固定できるわけでもない。というわけで今回はこの有効ボード DIY で知っておくべきことについて、ここにまとめておきたいと思います。はい、それではまずなぜ有効ボードで壁面収納を作ったのかって話からしたいと思います。まず一つ目の理由。賃貸ならではの白い壁紙を何とかしたいと思ったから。以前は上から壁紙を貼って一面だけ色を変えるアクセントクロスのようにしようかとも思ったのですが、それだけでは面白くありませんよね。そこで考えたのが収納としての役割も兼ねた有効ボードラック。有効ボードを敷き詰めることでウッドパネルのような雰囲気にもなるし、色を変えることもできる。見せるデザイン棚のようなインテリアラックとしても使えるんじゃないかなと思ったわけ。二つ目の理由は、私が音声入力や音声録音をするようになり、吸音パネルが欲しいと思うようになったから。今私が喋っているこの動画の音声とか、ただの壁に向かって録音すると音が反響してしまうのですよね。穴がたくさん開いていることで学校の音楽室の壁みたいに音響調整の役割も果たしてくれるんじゃないかなと。少なくとも物が置けるようになることで真っ平らで硬い壁よりは音の反響が抑えられるのは間違いないでしょう。そして3つ目の理由がデッドスペースの有効活用。私は壁に向いてデスクを配置しているのですが、壁向き設置で困るのがデスク裏側へのアクセス。このデスク裏のスペースってホコリが溜まりやすい場所でもあるので、掃除のしやすさを考えると回り込んで裏側にアクセスできるレイアウトが理想なんですよね。ただアクセスできるようにするとデスク裏に無駄なスペースが生まれてしまうし、かといってデスクをアイランドスタイルにしてしまえば部屋は狭くなってしまうし、デスクの裏側も見えてしまいますからね。左側にもう一つのデスクも置いているから、このまま L 字デスクのように使いたいなと。こっちのデスクは裏が窓、外からアクセスできる仕組み。というわけで、この壁向きのデスク配置のまま、デスクの裏に意味を持たせるスペースを作りたかったのです。ちょっとした収納スペース、ウォークインパンチングボード。デスク裏にアクセスしつつ、収納スペースもあり、収納したものはインテリアになりつつ、音の反響も抑える。そしてこちらの壁は賃貸ならではの謎にへこんだ壁。見た目も悪かったので、これを塞いで透かし壁のようにしてしまえば使い勝手も向上し、見た目も良くなるんじゃないかなと。一石二鳥どころじゃないよねって思ってやってみたのですけど、実際にやってみると思ってたんとは違いまして、最初にイメージしたものとは全く違うものが現在ここに仕上がってるんですよね。この形になるまで数ヶ月もかかってますし、完成してから長く使って気づいたこともある。私は有効ボードラックも何個か作ってまして、初めて DIY したのはすでに7、8年くらいは前。いろいろと作ってきた中でいろいろと思うこともある。というわけで、ここからは有効ボードのメリット、デメリットに始まり、有効ボードの選び方、賃貸住宅への固定方法、そしてそれらを踏まえた上で、私が実際にどのような思いでこの黒い有効ボードラックを作ったのかって話をなるべく詳しく具体的に、というよりもつれづれなるまま、思い出したままに話していきたいと思います。概要欄には目次も作ってありますので、ごちゃごちゃうるせえなってところはすっ飛ばしていただいて、お好きなところから見ていっていただけると幸いです。それでは行ってみましょう。はい、それでは有効ボードを使う利点について。有効ボード最大の魅力は自由自在な収納レイアウトにあります。板に等間隔で穴が開いており、そこに専用のフックや棚板を使ってカスタマイズできる。パンチングボード用フックのバリエーションも多く、引っ掛けたり乗せたり棚を作ったりもできる。収納するアイテムが変わっても、いつでも簡単に配置も変更できるのが便利なのです。収納するものは後で考えれば良い。後に融通が利くというのも我々 DIY 初心者にはありがたいポイントかなと。
そしてメリット2つ目。パンチングボードの見た目が良く、単なる収納ではなく見せる収納としてインテリア性が高いです。例えば木材の有効ボードなら壁紙とはまた違った柔らかい風合いになるし、有効ボードも塗装できるし、部屋の雰囲気も自由に変えられる。収納兼ディスプレイ板となるインテリアラックとしても優秀なのです。アイテムを収納することで雰囲気を変えられるのも良いところ。ガジェット、キッチンツール、アクセサリーといったこだわりのアイテムを飾ることで収納と言いつつさりげない自慢もできるし、なんなら見せびらかしたいのですよね。もちろん無理して飾らなくても良いし、収納するためのフックも取り外せるので、収納しなければ小スペースなただの壁になるってのも素晴らしいなと。収納の柔軟性だけでなく壁としての柔軟性もあるなと感じております。また壁掛け収納することで視認性も良くなり使い勝手も良くなります。これはパンチングボードラックに限った話ではないのですが、壁面の陳列収納って非常に便利なのですよね。よく使う道具をすぐ手の届く場所にかけておくことで引き出しや箱から出す手間がなくなり、取り出しが圧倒的に早くもなる。どこに収納したかを悩むこともなくなり、使いたいものにすぐにアクセスできる快適さ。最近私は悲しいかな、引き出しに入れてしまうとフリーズすることが増えてるんですよね。日々どこに何があるのか探しているうちに別のことをする始末。物忘れが多くなっている人にもおすすめしたいのでした。はい、続いて有効ボードのデメリットですね。一番の問題は耐荷重が低いということ。パンチングボードは薄い板に穴が開いているっていう構造のため、どうしても強度が弱くなります。一般的に使われるのもベニヤ板のような薄い合板。この板に開いた穴に引っ掛けて収納を増やすという仕組みなので、板が薄いだけでなく穴も大量に開いているから、普通の板よりも強度が弱くなるのは仕方ないのです。重い工具をかけると有効ボードがたわんだり、最悪の場合割れてしまう可能性もありますからね。板に直接ネジを打ち込んだりといったこともやめた方が良いでしょう。またこの薄い板の穴に引っ掛けて使うことが前提なので、かけていたものを取り出すとき板がたわんだりフックが浮いたりガタついたりするのですよね。使用頻度が高いアイテムだとこの不安定さは結構ストレス。例えば有効ボード用のフックってセットで売られていることも多いのですが、アイテムをきれいに並べることと使いやすいことは別の話。穴を通して引っ掛けるってのは意外と面倒であり、この引っ掛ける手間にフックがガタつくというストレスが相まって使い勝手はあんまりよろしくないとも思っております。できることなら頻繁に使うものは避けたいというのが私の正直な気持ちです。ちなみに有効ボードにはスチール素材のアイアンパンチングボードもあります。こちらはスチール製なので強度が高くマグネット収納も可能となるのですが、重量がありカットや穴開けといった加工も難しくなります。大きな製品も売っていないし、スチール製品なので値段も高額。少なくとも今回のような壁一面パンチングボードにするといった用途には向いていません。木材のパンチングボードは強度が低いからこそ軽量であり、かつ加工もしやすいわけで、取り回しがしやすいってのも有効ボードを使う一つの理由だとも思いました。では、それら有効ボードのメリット、デメリットを踏まえ、どのようなアイテムが収納に向いているのかという話ですね。有効ボードは強度がそれほど高くないので、収納するものは軽いものが前提。引っ掛けて使うことが多いので、頻繁に取り出す必要のないものを飾るのに適しており、どちらかというと使うよりも見せる目的の比重が高いアイテムを配置するかなと。見える位置に置かないと使い勝手も悪くなるから、どっちみち見えてしまうし、見えることを意識した方が良いのも間違いないでしょう。というわけで今回パンチングボードに陳列するのは、そんなに頻繁に取ったり置いたりしなくて、ちょっと見せたいガジェット類、ゲームコントローラーとかキーボードとか左手デバイスとかヘッドフォンとか、使う時には使うけど頻繁には出し入れしないものですね。あとはケーブルの管理とか、配線ステーションとかも悪くないんじゃないかなと。ONU やルーター、電話機なら比較的軽いし、これらは配線難易度の高いものを試行錯誤しながら並び替えられるなら、ケーブルの管理もしやすくなる。ワイヤーラックのように使えて、ワイヤーラックよりも見た目が良いのではないかなと。一方で有効ボードに向いていないのは重いもの。一箇所に負荷がかかれば割れたりたわむというのは先ほど申し上げた通り。棚を作るパーツもありますが、本のような重いものを載せるのは向いていませんし、置くとしても表紙を見せる正面置き、本の表紙を見せるように飾るといった方が適切でしょう。重い工具もかけられるとはいえ、だったらちゃんとした棚や柱に固定した方が使いやすい。
特に電動工具って重いので、フックだと重いので心配。専用の壁掛けアイテムで強度ある場所にがっちりと固定した方が使い勝手も良いのです。こちらはベッドフレームを解体し、突っ張って作ったラダーラックですけれども、まあ似たようなものはラブリコでも作れますからね。有効ボードって使いやすいイメージがあると思うのですが、どうしても引っ掛けるという手間があるというのをお忘れなく、フックを取り外せるがゆえにちゃんと固定されていないので、フックにぶつけないようこの穴をうまく通りながら取り出すという作業。なんかクレーマーみたいで恐縮なのですが、これが本当に手間なのです。よって私は頻繁に使うアイテムは全てマグネット固定を使うようになりました。よく使うものは引っ掛けるというよりもくっつける収納。磁力によるマグネット固定なら位置も柔軟に対応できるので、吊り下げ固定よりも綺麗に陳列できるし、フックがない分見た目も良い。スチール素材の工具は多く、整然と並べることができ、こっちの方が取り外しも簡単。スチールアイテムならマグネットバーでくっつけられる。マグネットバーってキッチン用で売られている商品が多いのですが、スチール素材なら何でもくっつくから工具や文房具にも使えるのですよね。例えば山崎実業の包丁ホルダーは両面がマグネットになっているので、このバー自体をスチールボードに固定することもできます。私は木材だけでなくスチールボードにもマグネットバーを使用しまくり、リビングで使う文房具、デスク脇の仕事用ツール、作業デスクの工具とか、撮影デスク脇の撮影機材とか、ホワイトボードもスチールボードとして使っているのが私。まあスチールボードならマグネットフックも使えるし、フックの位置も自由自在ですからね。なんだかんだでスチールボードが最強だとも思っているのでした。はい、続いて有効ボードの選び方について。有効ボードってその名の通り小さな穴が等間隔に開けられた板材のこと。日本ではパンチングボードとも呼ばれてますけども、これは日本ならではの和製英語。世界的にはペグボードという名称が一般的かと存じております。そしてこの有効ボードは穴の間隔、ピッチが 25mm と 30mm の2種類存在するのです。世界的に規格が統一されているわけではありませんが、アメリカ発祥のペグボードに由来する約 25mm の1インチピッチが主流であり、穴径はおよそ 5mm が一般的です。一方、日本では 30mm ピッチ、穴径約 8mm のタイプも流通していますが、日本国内でも 25mm ピッチの有効ボードの方が広く普及している。悩むなら 25mm ピッチを選んでおけば間違いない。ホームセンターや100円ショップで販売されている有効ボード用の金具も 25mm ピッチのものが多く、汎用性も高いってことです。我が家の有効ボードも全て 25mm ピッチで統一。あっちでこのフック使わなくなったからこっちで使うってこともできるのです。有効ボードというと IKEA のスコーディスがメジャーかとも思うのですが、スコーディスはボードのサイズや穴のピッチが独自仕様のため、一般的な有効ボード用のパーツやフックが流用できません。専用の拡張パーツを揃えていく必要があり、今後も IKEA で購入し続ける必要もあるし、サイズやパーツのラインナップにも限界がありますからね。まあ丸みを帯びたデザインが好きなら良いのでしょうけども、だったら私は先ほどのアイアンパンチングボードを選びたい。汎用性が高い 25mm ピッチだし、マグネットボードとしても使えるし、スチール製のため強度が高く耐荷重も高い。何より質感も良く、インダストリアルな見た目もかっこよいのです。私が使っているのは株式会社サンカさんのスチールパンチングボード。日本の老舗メーカーの商品です。頑丈なアイアンプレートに穴が開いているって結構便利で、25mm ピッチで 5mm の穴というルールを理解しておけば自分好みにカスタマイズをしたりもできたりもする。穴の直径が 5mm なら M4 ネジは入るわけで、 M4 ネジとナットで何でも固定できたりもする。例えばモニターを固定するベサの間隔は 100mm が多いので、 25mm ピッチなら ×4 でベサ幅もぴったり。アイアンパンチングボードを吊り下げれば、表だけでなく裏側にも 25mm ピッチのフックが使えるのです。カメラで使う4分の1インチネジは約 6.35mm なので 5mm の穴には入らないのですが、入らないなら M4 から4分の1インチへの変換アダプタを利用しても良いし、なんならドリルで拡張したって良いとも思ってる。穴を広げるだけならそんなに難しい話でもなく、電動ドリルでグリグリとするという力技。モニターアームとかのネジ穴も拡張すればカメラの雲台も取り付けられる。カメラアダプターを使う必要もないのです。私はベサ100は使うけどベサ75のモニターはもう使わないから、別に穴を広げたって良いんじゃないかと思ってバシバシ広げちゃってますからね。こちらは参考のロングポールにエルゴトロンのアームを組み合わせてドリーみたいな一脚棚の出来上がり。まあ便利かどうかは置いといて、こういうのってなんか面白いなと思って欲しくもなってしまうのでした。
はい、続いて有効ボードを壁面固定する方法について。有効ボードって穴が開いているので、フックで固定することもできないことはないのですが、固定する場所が上だけになってしまうので、板もプラプラしてしまい、使いづらくなってしまいます。有効ボードの強度が低いというのはもう何度も言ってますので、上の穴に全ての荷重がかかってしまうのは精神衛生上良くない。何にせよ吊り下げて使うのはやめた方が良いでしょう。というわけで賃貸住宅の壁を傷つけず有効ボードを壁面固定するとなると、2x4 アジャスターで突っ張った柱に固定する方法と、石膏ボード用ピンで留め具を打ち付けてその留め具に板を固定する方法、この2つのパターンに限られるかと思っています。石膏ボードに対応した専用商品を使えば、壁に小さな穴を開けるだけで有効ボードをしっかりと固定できるようになる。直接壁に固定するのに限りなく近いので、より小スペースで見た目もすっきり固定もできます。ここで使っているのは株式会社光さんの専用商品ですね。ただこれの難点は石膏ボードの壁にしか使えません。それ以外の硬い壁やコンクリート壁には使えず、直接壁に固定する都合、位置の修正も困難であり、事前に正確な位置もしっかりと決めておくことが必要となります。一方 2x4 アジャスターで突っ張り固定する場合は、まずこの柱を突っ張るのが簡単であり、この突っ張った木材にどこでもネジ打ちができるようになります。有効ボードだけでなく棚受けを固定したりもできるので、有効ボードと強度のある棚を組み合わせたりもできるのです。あと柱を突っ張る都合、垂直な柱がベースとなるので、垂直な柱を基準にして有効ボードの水平取りが取りやすいってのもありますね。今回我が家のパターンでは石膏ボードではない硬い壁だったってこともありますが、後に棚を増設する可能性を含め突っ張り DIY の方を採用しました。壁一面に敷き詰めるのが目的だったので、ネジ打ちする位置も融通が効いた方が良い。実際何度も打ち直してるし、難易度が低いのは突っ張り DIY だなとも感じています。2x4 アジャスターの代表的な製品としてラブリコやディアウォールがあるのですが、ラブリコはジャッキ式、ディアウォールはバネ式と突っ張り方法が異なります。どちらが使いやすいのかといえば、私はラブリコを選びたいというのは以前の動画で申し上げた通り、今回もラブリコを使って作成していきたいと思います。はい、それでは今回の本題。私が突っ張り DIY で作ったこの黒いパンチングボードラックの製作方法を順を追って解説していきたいと思います。まず最初にやるのは設計プランを作成することですね。作業する前になるべく具体的かつしっかりと考えておくことで、私のように行き当たりばったりにならず、スムーズに作業も進められるようになります。設計図を書いて、なんなら作業工程も考えておく。面倒なのですけど、これをやっておくかやらないかで3倍くらいはかかる時間も変わってくると思っています。まあ設計プランといってもそんなに難しく考える必要はなく、設置する場所のイラストを描いて、あとは寸法を元に逆算していくだけ。というわけで、設計プランを考える上で最重要なのが寸法をなるべく正確に計測すること。特に賃貸住宅の天井高はずれているのも当たり前。左右で天井高も異なるし、横幅も上と下で全然違いましたからね。あくまで私の場合ですが、コピー用紙の裏紙に適当にイメージ図を書いて、その寸法を記載。別の紙に作業工程とそこで使うものを思いつくまま記載しています。まあ適当に書くんで、もうそれはもうごちゃごちゃになっていくんですけど、書くことが重要。どのようなものを作るかってイメージを具体化することで必要なものも明確になっていくし、どのように作っていくのか具体的な流れを考えていくことで滞りなく、なんなら複数の作業も同時進行できる、より効率よく作業も進められるようになっていくと信じたい。そしてできることなら何を収納するのかまで考えておきたいところ。収納ってただ闇雲に増やしてもその収納ツール自体が邪魔になりますからね。まあもちろんやっていくうちに思ってたんと違うってことは往々にしてありますので、そんな私の四苦八苦の記録をこれから見ていきたいと思います。はい、設計プランを作成したら続いて作業工程を見ながら思いつく限り必要なものをリストアップしていきます。まあ最初はどのように作っていくかすらもわからないと思いますので、ここからの制作手順が少しでも参考になれば幸いです。まあ必要なものをリストアップと言いましたが、材料の中で一番厄介であり重要なのが木材となります。木材はカットしてもらった方が圧倒的に楽だし、わざわざホームセンターに行くならオンラインで買った方が安いことの方が多い。少なくともカットして運ぶ手間を考えたら十分納得できる価格でしょう。今回私が使った通売材と有効ボードも全部カットしてもらって自宅まで配送してもらってますからね。で、木材をカットする上で重要なのがカットの指示。
寸法からの設計プランが大事というのもこの木材カットのためなのです。詳しい購入先については概要欄にでも記載しておきたいと思いますが、くれぐれもカット寸法だけは何度も確認して間違えないように注文してくださいね。ちなみにホームセンターに行くつもりなら、その前に一旦100円均一にも行った方が良いと思います。ネジや工具類は100円均一で必要なものは大抵揃うし、そもそも DIY で必要なものって正確にネジ打ちするための道具のみ。今回の作業で出てくる本格的な工具も電動ドライバーくらいですからね。わざわざホームセンターで購入するようなものも少ないんじゃないかなと。まあ簡単にできるのが DIY の醍醐味であり、むやみに作業を増やさない。できることなら楽をすることで費用もだいぶ安く済ませられますし、間違いやミス、不要なストレスも減らせます。参考までに今回私が用意したものをまとめておくとこんな感じ。円安で物価が上がりまくりなので、2025年3月時点で再計算もしてみたのですが、合計で6万円くらいはかかってしまうかなと。今後また上がる可能性もなきにしもあらず、費用についてはくれぐれも参考までにお願いします。必要なものが揃ったら、あとは組み立てるだけ。もう9割ぐらいは作業は終わったようなものなのですが、私は結構やってるうちにいじりたくなってしまうタイプ。追加で買ったり、違うものに変更したり、試行錯誤もしていますので、ここからの組み立て工程とともに、その理由も説明していきたいと思います。はい、それでは最初の組み立て作業、2倍材を壁に固定していきます。今回は上から下まで有効ボードで埋め尽くすのが理想であり、ラブリコ部分もこの板で覆いたいので、ラブリコの出っ張りはない方が良い。というわけで、ラブリコの中でもスリムな形状のラブリコアイアンを使いました。定価は1793円ですが、市場価格は1つ1300円ほど、4個で約5200円。こちらの凹んだ場所の天井高が187センチほどなので、ラブリコアイアンの取り付け寸法は天井高マイナス7.5センチ。必要な板は179.5センチが4本。2x4 の183センチが1本690円なので、4本で約2800円。左右で微妙に高さが違うとはいえ、数ミリくらいなら微調整が効くのがジャッキ式のラブリコの良いところ。有効ボードの端が柱の中央あたりに重なるように、柱の距離を調整。有効ボードの幅に合わせて垂直になるように並べていきます。ラブリコは下側に両面テープのクッションを貼り付けて、上側のジャッキを回して固定する。私は墨出し機を使ってますが、両サイドは壁面に合わせて固定すれば垂直になるでしょうし、左右の柱から上下同じ寸法で設置すれば、中央の板も平行かつ垂直になると思います。まあこの辺は有効ボードという平行な糸を利用して判断しても良いかなと。柱の位置が決まったらドライバーを突っ込んで回せば固定完了です。はい、続いて固定した2倍材に有効ボードを固定していきます。設置する場所の壁のサイズは横が199センチ、縦が187センチ。有効ボードのカットサイズは6枚にするか3枚にするか、はたまた縦に並べるか横に並べるかで悩んだのですが、結果縦を3枚に並べて設置することにしました。小さい有効ボードを選ぶことで、選べるボードも増え、配送量も抑えられるのですけど、大きい板を使った方がつなぎ目が少なく見た目が良くなるのですよね。板を固定する際も枚数が少ない方が板を合わせる手間も少なくて済む。ずれるリスクを減らすためになるべく少ない枚数で組み立てられるようにしたわけです。探した中で一番大きな有効ボードが 180×90 センチだったので、短い方の90センチを66センチにカットしてもらい、180×66 センチを3枚用意。板は1枚3645円なので、3枚で約1万2000円。これを横に3つ並べて横幅ほぼぴったりの198センチにすることにしました。横幅は約199センチだったのですが、上下で5ミリほど幅が異なり、両サイドともに歪んでいるので、入らないことを恐れて1センチほどの余裕を持たせた次第です。天井高が187センチに対し、縦が180センチの板なので、7センチほど下が足らなくなるのですけど、下の方は見えてもいいかなとも思っていたんですが、実際どうしたのかって話はこの後出てくるのでお楽しみに。で、大判の板3枚を設置することになるのですが、そのままネジ固定すると左右の穴が柱で塞がれて使える部分が少なくなってしまうので、パンチングボード用のスペーサーを間に挟んでいます。こちらも株式会社光さんの商品。4個セットで約250円。1枚につき6箇所固定する予定なので、×3 で合計18個必要。結果4個セットを5個購入で1250円。天井に合わせて隙間なく板を固定していきたいのですが、天井も歪んでいるから、どちらかに合わせると片方に微妙に隙間が空いてしまうのですよね。
というわけで多少の隙間は許容しつつ、なるべく柱に対して垂直かつ平行になるように板を固定しました。こちらの壁は左側の方が歪みが大きく、左側に向け天井も高くなっていたので、天井も横も右側を基準に固定していきました。私は一人でシックハックしながらネジ止めをしましたけど、正直このサイズは誰かに手伝ってもらった方が良いですね。平行に固定するのも、間にスペーサーを入れるのも、誰かに支えてもらいながらやらないと難しいと思います。はい、続いてラブリコの足を隠していきます。床と天井で支えるラブリコのパーツは、そのままだと下側の部分が見えてしまいます。設計プランの段階では有効ボードの端材をカットして被せようかとも思ったのですが、有効ボードをうまくカットできる自信もなかったし、それを固定するのも面倒だなぁと思い始めた矢先に、散らかった2倍材の端材がカバーにあることに気づいたのですよね。2x4 材の幅は約 89mm で、ちょうど足らない部分が隠れるし、壁幅ぴったりにカットしておくだけ。ぴったりのサイズではめ込めばずれないし、このカバーを外すことで掃除もしやすくなるんじゃないかなと。ただ、有効ボードを固定しているネジが干渉してしまったので、穴1個分上へネジを移動。2x材もそのままだともろ木材置いてるなって感じだったので、ブラック塗装もしました。使ったのはターナー色彩のアイアンペイント。スポンジで叩きながら塗装することで、よりゴツゴツとした見た目になって重厚感も出る。有効ボードと色味も揃ったことで、より一体感のある見た目になりました。いや、これほんと置いてるだけですからね。はい、続いて有効ボードの上部に間接照明も取り付けました。なるべく隙間なく設置したつもりのパンチングボードですが、やはり気になるのが賃貸の歪んだ天井のせいで開く微妙な隙間。なんとかこの隙間をうまくごまかせないか。ということで考えたのが間接照明を取り付けること。上部に棚を設置することで隙間は見えなくなりますし、その棚に照明を設置すれば光源も隠せるのではないか。インテリアラックとしての見栄えもよくできるんじゃないかと思ってやってみました。棚を作るために使ったのは 2x4 ではなく、その半分の厚みの 1x4 材。目隠しするだけなので軽い方が良いからね。下段の 2x4 と同じく壁幅に合わせてカット。私は家にあった2枚の 1x4 材の端材を適当につなげて使いました。この板の上にはフィリップヒューの LED テープライトを取り付け。このテープライトはカットも拡張もできるし、光量も1800ルーメンと十分明るく色味も自由自在。私の部屋の照明はすべてフィリップヒューで統一しているので、リモコンもそのまま調節もできるのです。この LED テープライトをそのまま裏面のテープで天板に貼り付けて、その天板を上部に固定するだけ。板を固定するために棚受けとして使うのはセリアで売っていた L 字金具。固定用のネジもついて1つ100円。4箇所だけのつもりだったんですが、微妙に棚板が歪んでいたので、最終的に6箇所で固定しました。本当は棚板のバランスを考えて7箇所で固定したかったんだけど、セリアの在庫がなかったので6箇所で終了。6箇所固定したうち3箇所の部分は裏に2倍材がある位置で固定しているので、がっちり固定もできています。先ほどのアイアンペイントをこちらにも塗って一体感を出してみる。で、その上に LED テープを貼り付けた天板を置いてみたんですけど、棚の位置がちょっと低くて光源が見えてしまうのですよね。というわけで、一旦棚を外して、この棚に垂直方向に伸びる目隠し板を取り付けました。この後作る 1x6 の棚材の端材がちょうど良さそうだったんで、これを4本木工用ボンドで固定しました。ネジは使ってません。板の高さは4センチで、幅50センチが4本なので、幅2メーターほどですね。で、設置してみると、今度はくっつけた木材の隙間から光が漏れ出てるのが気になったので、これまた上から木工用ボンドをベタ塗りして、その上から塗装材を叩きまくって、今度こそ完成です。間接照明を追加することで、インテリアラックの見栄えはだいぶ良くなりましたし、ディスプレイの裏側を明るくすることで、ディスプレイワークによる目の疲れも軽減できるとも感じております。私はすべてのモニターにフィリップヒューの間接照明を導入しており、デスク下やデスク裏だけでなくテレビ裏にも必ず設置するようにしています。以前スーパーウルトラワイドの動画で目の疲れにはディスプレイ配置が大きく関わっているよって言いましたが、ディスプレイワークにおいては部屋の明るさも重要だということも忘れてはいけません。明るさが目の疲労に関わってくるのは主に明暗差。部屋が明るければ良いってわけでもありません。できる限りコントラストを減らすことが重要であり、ディスプレイワークではディスプレイとその周辺の明暗差をなくすことで目の負担も減らせると考えております。
明るく光るディスプレイの裏側を明るくすることで明暗の差が少なくなり目が疲れづらくなるということ。ディスプレイワークにおいて明るくすべきなのはデスクの上の手元ではなく後ろ側なのです。あと間接照明ってダイレクトにディスプレイに光が当たらないのも良いのですよね。例えばシーリングライトといった直接照明はディスプレイに光が当たれば少なからず反射する。たとえノングレアでも光が当たれば反射することは避けられず、光源が近いほど光も反射して見えづらくなるのです。特にスタンディングデスク使ってる人は天井の照明も近くなっちゃいますからね。光が強いシーリングライトが近くなるほどに見えづらい。あとはデスクライトとかモニターライトとかですね。モニターに反射しないと謳う製品は多いのですけれども、これは引っ掛けてるディスプレイに反射しづらいよって話。縦のディスプレイとか手元にディスプレイを置いて作業したり、マルチモニターとか寝かせてモニターを使う場合とかは気をつけた方が良いとも思っています。そもそもこれデスクの上という限られたスペースを明るくするための製品ですからね。デスクが広くなればデスクの上に明暗差も生まれてしまったり、あくまで補助ライト。明るくすべきは裏側であり、まんべんなく明るくした方が良いということはお忘れなく。下手に部屋を明るくするよりも間接照明だけの薄明るいぐらいの部屋で作業した方が目も痛くなりづらいというのが私の個人的な感想です。年を取るほどに瞳孔の調整機能も衰えていきますからね。老眼ではピント調整機能が低下するだけでもないわけで、余裕があるうちに照明も考えた方が良いんじゃないかなとも思うのでした。はい、続いて上部の間接照明から出た電源ケーブルを隠していきます。棚に照明をつけると困るのが配線の処理。右側から出た配線を壁沿いに這わせて隠すことにしました。棚の右側は配線用にカットしたわけではなく、実は板が足りなくて右の方に隙間が空いているだけなのですけど、これをあえて開けたみたいに仕上げてる私も褒めていただきたい。そして配線隠しに使ったのは100円均一ダイソーのケーブルモール。大量に買ったのに使わず余っていたやつですね。私ケーブルモールって固定もしづらいし配線の位置も変更できなくなるのですんごい嫌いなんですけど、捨てるのももったいないですし、見てくれる人のためにもちょっと手間をかけて見た目優先で頑張ることにしました。面倒ならピンで引っ掛けたり上から幅広のマスキングテープを貼ってごまかしても良いとも思っています。ケーブルモールって賃貸においてはなかなか使いどころが難しくて、裏側の両面テープは粘着力が高くて壁紙も剥がれちゃうし、かといって下地にマスキングテープを貼れば粘着力が弱くてそのうち落ちてくるという。で、今回私はどうしたのか。粘着テープを一旦皮膚にペタペタして粘着力を落として貼り付け、その上から石膏ボードピンで一部を固定するという感じにしました。ピン固定せずとも時間が経った今でも落ちてくる気配はないし、壁紙が多少剥がれるくらいは許容範囲。国土交通省のガイドラインを見る限り、現状回復の義務ではないとも思っておりますが、この辺は自己責任で。あと、角に這わせる都合、ケーブルモールもカットして取り付けています。ケーブルモールを上側だけ斜めにカットして上側だけずらして固定すると、あらびっくり。角に沿ってぴったり這わせることができるのです。ずらした分下側は長くなるので気になるならこちらもカットしたら良いでしょう。私はケーブルモールの専門家ではないのでこのやり方が正しい方法なのかは存じ上げませんが、このやり方ならわざわざ角用のパーツを購入しなくても良いし様々な方向にも対応できるので、このやり方を発見したのは私だとも思いたい。ただ切れ味の良い専用カッターを買う必要はありますけどね。はい、ここまで来たらあとはフックを使って並べたいものを並べるだけなのですが、この並べるものに対して最適なフックも非常に悩みましたので、このフックの選び方について。まず有効ボード用のフックは高ピッチ 25mm 合計 5mm を選びましょうってのが前提で、用途に合わせて様々な種類があるのです。定番かつ汎用性が高いのは J 型の J フックと T 型のバーフックになるかなと。J フックは先端が J の字のように曲がっており、物を引っ掛けるのに適しており、これぞフックという形状のもの。一方、バーフックは T 字型の形状で、物をかける部分が水平になっている。これにより、ただ引っ掛けるだけでなく、物を置いたり、立てかけたりすることもできるわけ。というわけで、物を陳列して飾るのであれば、この T 型のバーフックから選ぶことになるのですが、このバーフックにも5センチ、10センチ、15センチといった感じでフックの長さが選べるのですよね。で、どの長さが適切なのかという話。立てかけて置く場合は角度によって見え方も変わるので、置くものによって適切なフックの長さも異なるのです。
例えばフックの長さを長くすると安定して置けるのだけど、置いたものが上を向いてしまい見た目がいまいちとなる。逆にフックが短いと角度が甘く倒れやすく、重心も先端近くになるので落下もしやすくなってしまう。よって陳列するものに合わせて安定性と見栄えの良さ、この2つのちょうど良いところを探る必要があるのです。この置いた時の傾斜、角度に関わってくるのがフックの長さと陳列するものの長さですね。インテリアラックとしての見た目を考えると、45度よりもちょっときついくらいの傾斜にしたいというのが私の気持ち。では仮に45度の角度にする場合、壁とフックが同じ長さとなり、二等辺直角三角形が仕上がるので、その3辺の比率は1対1対ルート2となります。例えば斜辺となるキーボードの縦の長さが15センチなら、垂直方向の高さと底辺であるフックの長さは約 10.6 センチになるのかなと。ただ T 字型のバーフックは先端の 1,2 センチほどが上向きに曲がっていることが多く、例えば10センチフックを使った場合、実際の支点、ストッパーとなる部分は壁から約8センチくらいの位置になります。そのためキーボードの傾斜角度は45度よりもやや立ち上がる感じとなり、この10センチくらいのフックがキーボードをちょうどよく飾れる長さなんじゃないかなとも思っております。参考までにこちらが縦17センチのキーボード、こちらが縦13センチのキーボード、いずれも10センチの T 型バーフックで固定しているのですけど、どうでしょう。キーボードの長さに合わせて横方向のフックも 3,4 本使用しています。これにより重いキーボードもしっかりと支えるという感じ。コントローラーはちょっと特殊な形状で、中央の長さは約8センチほど。10センチのフックだと完全に上を向いてしまうので、私は5センチのフックを使って固定しています。5センチのバーフックだと支点までは約4センチで、コントローラーの厚みともぴったり。斜めというよりも正面を向くような縦置きですけど、厚みがあるのでこれでも安定するかなと。コントローラーって物によって形状が異なりますし、スイッチのコントローラーとかは丸みを帯びているのでちょっと不安定になるのは仕方ない。私はスイッチのコントローラーはコントローラー専用スタンドに置いたりもしています。あとコントローラーは八幡ネジのダブルバーフックとも相性が良かったです。こちらは長さ5センチで先端が直角なのでストッパー1も5センチ。一通りのコントローラーはちょうどよく収まるし、Xbox コントローラーも十字キーがちょっと干渉するくらいで置けなくはない。私はヘッドホンもこの5センチのダブルフックを使って引っ掛けている。ヘッドバンドの厚みに対してちょうど良いし、2点固定で安定するのも良いかなと。ダブルバーフックは9センチのものもあり、これにキーボードも置けなくもないのですが、先端が直角になっているので、キーボードによっては先端がキーキャップに干渉するのですよね。私はホームセンターで買ったフック、100円均一で買ったフック、ノーブランドのフックといろいろと使っているのですが、質が良いのは国産メーカー八幡ネジのフックですね。25ピッチのバーフックは7センチ、10センチ、15センチ。いずれも1本200円から250円前後。ダブルバーフックは5センチ、9センチ、14センチの3パターンでいずれも1本400円前後だったかと思います。日本製だけあって形にばらつきもなく質感も良いのですが、正直大量に揃えるとなるとお値段が痛い。安く揃えるなら100円均一のダイソーやノーブランド品でも良いんじゃないかなと。Amazon で売ってるノーブランド品は長さ10センチのバーフックが50本入りで2500円前後。多少は歪みがあったりもするのですが、選別すれば十分使えるし、1本あたり50円と考えれば多少不良品が混じっていても納得できる価格かなと。この価格で先端のゴムもついていて滑りづらくなるのも良い。先端ゴムがないタイプだと別途購入する必要がありますからね。先端キャップは10個入りで100円ほどで売ってます。こちらは株式会社光の商品です。ちなみに私が使っている5センチフックはダイソーのフックを黒く塗装したものを使っています。ダイソーでは4個入りで110円、1個25円ほどと激安なのですけど、黒い色がなかったので自分で塗装しました。穴を開けた段ボールに糸を通してフックを吊り下げてラッカースプレーで塗装。ミニマムな簡易塗装ボックス、糸は割り箸で固定しているだけ。私はシリコンオフしてプライマーで下処理もしましたけど、これは家にあったからやっただけで適当にスプレーするだけでも良いのではないかなと。アサヒペンのラッカースプレーの艶消しブラックを使いましたが、ダイソーでも塗装スプレーは売ってましたし、そもそもこの手間を考えるなら Amazon で売ってる安い黒いバーフックを買った方がよろしいでしょう。私は余ったバーフックで左手デバイスやマウスも陳列しているのですけど、ツアーボックスもトラックバットも5センチのバーフックがちょうどよく、
マウスは幅が8センチくらいなので、10センチのバーフックでちょうどよく置けるかなと。ちなみに安物の J フックはすぐ落ちる形状なので、あんまり使わない方が良いです。使うなら日本メーカーの J フック、八幡ネジや光やアイテックといった企業の製品ですね。できることなら国産物を使いたいんだけど、より安い値段でしっかり固定できる T 型バーフックが買えちゃうので、正直高額な J フックを買うなら短い T フックを大量買いした方が色々使える気もしました。はい、最後にフックで陳列できないもののために有効ボード用の棚も作りました。フック固定では置けるものも限られるし、棚板が置けるなら接触面積も増え安定感も増す。というわけで使ったのは有効ボード用のシェルフスルー。こちらも八幡ネジの製品です。1個590円で1段あたり2個必要なので約1200円。3段で約3600円。このシェルフスルーは奥行き10センチの棚板が必要なので 1x6 を購入して幅を14センチから10センチにカット。長さも50センチにカット。奥行き10センチ、幅50センチのサイズにしてもらいました。186センチの 1x6 材を購入したので棚板の費用は1500円ほど。ここでカットしてもらった4センチの端材を先ほどのフィリップヒューの目隠し板として使っていたわけですね。当初の計画ではただ棚を作るだけの予定だったのですけど、マガジンラックみたいにスマホやタブレットを飾れないかと考えまして、縦置きできるように棚板にストッパーを取り付けました。ストッパーのためにわざわざ木材を切るのも面倒だったので、先ほどの配線モールをストッパーとして両面テープで固定。スマホやタブレットのサイズに合わせて角度も調整できるようにストッパーを2列にして動かないようにネジでも固定しております。どっちみち塗装してしまえば質感の違いはわからなくなるし、実際に見分けがつかないくらいよくできてる。アイアンペイントが素晴らしい。ちなみにこのストッパーには有効ボードの端材も立てかけられるようにしたので、エルゴトロンのモニターアームのベサネジを固定してマウスを立てかけたりもできる。有効ボードを棚幅にカットして側面を塗装しただけなんですけど、こういった試行錯誤ができるのも有効ボードならではの利点だと思うのでした。はい、最後に完成した姿のお披露目です。左側にスマホやタブレットを立てかけて、中央にコントローラーと左でデバイス、右側にキーボードといった感じで現在は陳列しております。デスクの裏側へもアクセスできるようにしており、デスク脇にスペースを作り有効ボードへウォークイン。必要に応じて掃除やディスプレイもカスタマイズできるようにしています。有効ボードに引っ掛けたくない撮影機材とかはデスク脇の棚に乱雑に置いています。三脚や一脚、雲台とかカメラ系のアイテムは重いですからね。有効ボードラックって強度が微妙だからこそ、その分加工がしやすく棚も作りやすいってこと。見た目も悪くないし、使い勝手もそこそこ良いですからね。賃貸住宅のインテリアラックとして色々とちょうど良いのではないかなと思いました。今回はちょっと頑張っちゃったので約6万円ほどかかっていますが、作る範囲を狭くすればもっと格安に作れますし、もっと簡単。私も最初はもっとコンパクトに始めましたからね。このくらいのキッチンラックなら1万5,000円から2万円ほど。具体的な作り方とかラブリコの活用事例については以前の動画でも詳しく解説しておりますので、よろしければそちらもご覧いただけると幸いです。この棚だって大型ラックを購入すると考えれば格安であり、こんなの買おうと思っても買えないですからね。壁にぴったりフィットした壁面収納は美しく、黒い壁紙があるだけで賃貸っぽさもなくなる。何よりこれ作ったの私ですからね。愛着が湧いてしまうのも仕方ない。壁に愛着がある人なんて珍しいと思うし、そんな壁を見ながら生活できるなら、作ってみる価値は十分あるのではないかなとも思いました。というわけで今回はこの辺でおしまい。